それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、あなたの運命の人について見ていきます。特徴やお付き合いまでの流れを読んでいこうと思います。よろしくお願いします。1番は虹色ミルクレープです。はい、もらっていきましょう。最初に運命のお相手の特徴、外見的、内面的、そしてワードやカラーやナンバーなどもらっていきます。まず最初にカードをバッと出していきますね。あとは出会う時期や場所ももらっていきます。今回使うタロットカードはすべて正位置でもらっていきます。今回アルファベットは、その運命のお相手のイニシャルではなくて特徴としてもらっていきます。ではこちらのカードからこの方の外見的内面的特徴や出会う場所時期などももらっていきます。場所としては建物っていうのが入ってきますので、自然のある場所とか野外っていうよりはどちらかというと室内が濃厚かなと思います。一部の方ではオフィス街、ビルの中、会社の中っていうのもあるかもしれません。出会いは唐突です。一目惚れの可能性が高いかなというふうに見ています。出会う時期として番号を出しています。1番のカードが入っていますので、1のつく日または1番っていうのがワードとして入ってきています。そうですね、一目惚れっていう可能性が高いんじゃないかなと思います。タイミングとしてはあなたが何か成功を収めた時、一つ区切りがついた時っていうのが入ってきています。計画していたことが結果が出た時とか、試験に合格した時とか、成果が出た、掴んだぞっていう時がタイミングかなと思います。新しい会社に就職した時とかね、そういうのも入ってくるかなと思います。そうですね、自然よりは建物の中かなっていうイメージがありますが、でもその自然っていうのも割とワードで入ってくるので、建物の中に観葉植物が置いてある場所っていうのが濃厚かなというふうに感じています。はい、お花飾ってあるとかね、この方の特徴をもらっていきましょう。まず視力が悪いっていうのが入ってきます。暗闇、夜が怖いとか、何歳やねんって感じなんですが、暗闇が苦手だったりとか、ホラー映画があんまり好きじゃなかったりとか、そうですね、そういうところがあるかな。視力が悪いっていうのも入ってきています。あとはですね、この方割と直感型っていうのが入ってくるので、
ビビビッときたら自分の直感に従って動いていく、行動していくんじゃないかなと思います。背は高めで細身の方です。髪の毛はくせ毛の方っていうのが入ってきています。そして髪の色は茶色、焦げ茶色っていうのが入ってきます。ブラウンが割と多めなので、褐色の肌、小麦肌だったりとか、髪の毛の色が茶色、目の色がね黒目よりも茶色みが強いとかね、そういうのが入ってくるかなと思います。身長も高くて細身ですね。その他にはバランスが取れていますので、外見的要素として出ているところは出ていて、締まっているところは締まっているっていう感じですね。それかもしくは本当にスラッとしたモデル体型のどちらか、足が長いとかね、手足が長いっていうのも入ってきています。はい、瞳は丸いんじゃないかなと思いますね。そしてこの方の性格見ていきましょう。性格の前にファッションとしては、その羽織物が好きっていうのがあります。夏場でもカーディガン持参していたりとか、冬場のコーディネートの方が好きなんじゃないかな。夏よりも重ね着をする秋冬とかの方が好きっていう方がいる。あとはコートに特徴があるとか、こだわりを持っているっていう方もいますし、お仕事のスーツですよね。仕事着にオリジナルのオーダーをかけているっていう方もいると思います。こだわりがありますね。お洋服に関しても長めのものが好き、ゆったりとしたものが好きなんじゃないかなと思います。この方の趣味見ていきましょう。趣味はね、まず会話をすることですね。人と一緒にいるのが好き、つながってるのが好き、人が集まる場所に行くのが好き、イベントが好きっていうのもあります。中にはね、建物の中で、お部屋の中でお友達とひっそりと集まって遊ぶ、ひっそりとなんか家の中でね遊ぶインドア派なんですっていう方もいると思うんですが、イベントごとに参加するのが好きなんじゃないかなと思います。 SNS とかネットのゲームだとしても、その人が集まって遊んだりするのが好きなんじゃないかと思いますし、メンタルがすごく強い方なので、ちょっとしたことがあってもぐらつかない芯の強さを持っていると思います。土台もしっかりしていますしね。仲良くなるまでに時間がかかるっていう場合もあるし、相手をよく見て、決めているのかなというところがあります。初対面の時に自分が仲良くなれるかなれないかっていうのを瞬時に見るというか、静かに見て決めていくのかな。パッと仲良くなれる人とはすぐ打ち解けていくんだろうし、この人とは時間かかるだろうなっていうふうにこの方が感じると、じっくりと時間をかけて育んでいくんじゃないかなと思います。はい。自分の本心を見せたり見せなかったりっていうどちらかなんですよね。その付き合う相手によって変わってくると思います。仲がいい人ほどすごく素直に本音を見せていけるとか、出会って意気投合した人には何でも話せるとか、逆にじっくりと育んでいく人にはすぐには本心見せないのかなっていうところはありますし、今才能開花しているっていう可能性もあります。お仕事ですねとか、自分の目標に向かって今才能が開花し始めている、何か資格を取ろうとしているのかもしれないし、お仕事独立させようとしている方もいるかもしれません。はい。そして性格すごく賢い方っていうのが入ってきます。教える立場の方もいると思いますね。先生とかお医者さん、弁護士さんとか、何か物事を教える立場の方っていうのも入ってきます。慕われてるんじゃないかな。部下の人に慕われるリーダーの方とか、そういう意味ですね。賢さで言ったらこの方には勝てないんじゃないかなっていうところもありますし、土台がしっかりしてるので信頼感とかもしっかりとあります。部下からの信頼が厚いとかね、生徒から人気があるとか、そのような職業に就かれているか、そのような性格人格っていうのも入ってきています。自分の成長を恐れずに進んでいける方なので、不安とかがあってもこれが自分がプラスになることなんだっていうふうに思うと、崩れることなく取り組んでいけるメンタルの強さっていうのも持っています。人の才能を開花させる力、サポートする力がすごくあるので、ご自身の頭の回転の良さを生かして誰かのサポートに入ったりとか、表立って目立つわけではないんだけど、陰ながらサポートしていって、後々この人がサポートしてくれたから助かったっていう風に周りから思われるような影の立役者っていうのが入ってきますね。はい。
そのようなところでしょうか。約束守るのもね、しっかり守ってくれるので、決して約束を自分勝手に破ったりとかもしないし、何かあればすぐ連絡くれるっていうところがあるので、 SNS とかもかなりね使ってらっしゃるんじゃないかなっていうのが入ってきています。この人は怒ると怖いですね。普段温厚なんですが、感情的になったりそうですね、怒るとちょっと怖いかな、厳しいかなっていうところがあります。普段は温厚です。はい、でしょうかね。そうですね。あと唇に特徴があるかなと思います。厚みがあるんだと思う。唇か目元かな。目元がはっきり二重なのか、口元がちょっとねうるっとプルンとしてるかっていうどちらかかなと思いますね。はい。そして我慢強い方なので、だから我慢すればするほどね蓄積していくものがあるんですよ。それをうまく消化する力は持ってるんですが、でも人間ですよ。やはりね消化しきれないものが溜まっていって、やはり爆発した時にちょっと怖いかなっていうところがあるかなと思います。そうですね、いろんな感情をコントロールしていきますし、すごくね賢い方、強い方、賢くて強い、クールっていうのが入ってきます。そして人の情も大切にするので、自分が大事だなと思っているお友達、ご家族とかっていうのもすごくね大切にしていかれると思いますね。はい、そのようなワードが出てきています。この方、そうですね、カラーとしてはねブラウン、茶色っていうのが入ってきています。はい、そのようなところでしょうか。出会いの時期としては1もしくは7ですね。そのあたりでしょうか。7ですね。7か1です。はい。で、この方の特徴をもらっていきましたので、お互いの第一印象、そしてお付き合いに至るまでとか、これから先のことを見ていきましょう。まずカードをいっぱいこれから展開していくので、少しね、まとめさせていただきます。この方の特徴をもらっていきましたので、この方ね、お付き合いされるんだったら、恋愛関係に発展していくんだったら、結婚までちゃんと視野に入れてくれるんじゃないかなと思いますし、信頼関係を築いてから恋愛関係に育んでいきたいなっていう、ちゃんとプロセスをしっかりと育んでいかれる方なんじゃないかと思います。はい、ではお互いの第一印象をもらっていきましょう。こちらがあなたのデッキです。第一印象とお互いに惹かれたところをもらっていきます。全部正位置で直していきますね。そしてこちらがお相手のデッキです。あなたはまず第一印象、お相手のことをすごくね賑やかな人だなっていうふうに思うんじゃないですかね。みんなで一緒にいる時に出会うっていう可能性があるので、建物の中、飲み会、集まり、イベントっていうのが入ってきます。そうですね、建物の中じゃなかったとしても、外でもね乾杯してるところっていうのが入ってくるので、ビアガーデンだったりとか。じゃあお相手からの第一印象ももらっていきます。そしてお相手があなたに惹かれるところをもらっていきましょう。ではまずあなたの方からお相手の第一印象としては、先ほども言った通り明るい人だなとか、賑やかな人だなとか、周りとうまくやってるなとかね、お友達多いんだろうなっていうイメージが入ってくる。もともとこの方カップの2番特徴で出てきているので、そしてあなたの印象としてもカップの3番入ってますから、やはりねこの方の本質をあなたは見ているんじゃないかな。パッと見た感じ、この人がすごく明るくてね、人懐っこくて賑やかにやってるなっていう第一印象もあるんだけど、第一印象からあなたはこの方の本質を見抜いているところがあるんじゃないかと思います。この方ね、誤解されるところもあるんですよ。仲がいい人との印象と、あと少しね
壁を作ってるような人間関係、パブリックな面だったりとか公の場の方からの印象とちょっと違うところがあるので、だいぶね賢くうまく立ち回ってはいるんですが、中にはねこの人のやり方どうなんだろうっていうふうに思う方もいるんですよね。そういうふうに言う方っていうのはこの人の本質を見ていないからなんですよ。上辺だけのこの人のやり方とかを見ていて、なんかね羨ましいなって思って妬んでいたりとか、それでそのやり方ってどうなのみたいな感じで言ってくるところがあるんですが、誤解されやすい方なんですけど、でもすごくね中身はねかっこいい方だなって、かっこいいっていうか性別問わずねかっこいい方だなって私は思うんですけど、あなたはそれの本質をちゃんと見ているんだなっていうふうに感じています。そしてそのお相手のどこに惹かれたんですかっていう質問に対しては、あなたは私だけを見てくれてるところだよっていうのがまず入ってきます。そしてこの方ね一つの道を極めている可能性が高い。趣味なのかお仕事なのか資格なのか何かね目標だったりするのかもしれないけど、一つの道を極めるようなプロですよ。マニアかもしれないしオタクかもしれないんですけど、そういうね一つのことを突き止めていくところもすごく好きだから、すごく個性的な趣味を持っているのかもしれないですね。そういうところもすごく惹かれる、自分にないものを持っているっていう風に感じてるし、第一印象と惹かれるところと少し違いがあるんですよ。第一印象はこういう感じだったんだけど、でもちゃんとね付き合っていくと惹かれるところっていうのは第一印象とは違うこの方の内なるところっていうところに惹かれる、心とか考え方っていうところ、ご自身と向き合う姿とかっていうところにあなたは惹かれていくのかなというふうに感じています。一生懸命ね物事に向かって取り組む姿だったりとか、自分自身とちゃんとね対話してそれから行動に移していける落ち着きのあるところとかっていうのも惹かれるのかなと思いました。はい、そして次お相手です。お相手があなたの第一印象ですね。滑舌がお相手が感じるあなたの第一印象です。ペンタクルプリンス、ペンタクルのナイトさんですね。なんかあなたがすごく、緊張してるのかな、すごくね真面目な人なんだなっていう風に感じるんですけど、出会う場所がもしかしたらね人の集まる場所っていう可能性が高いんですよね。このように乾杯するような場所だったりとかイベントっていう感じがするのでね、さっきもお伝えした通り人の集まる場所で出会うような可能性が高いので、その中でも緊張してるのかなっていう風にお相手が気遣うみたいですね、第一印象は。あとあなたがすごく真面目なのかなってこの方が思うのかな。あなたが抱く第一印象とはまた違う印象をお相手は持っているみたいです。ただねどちらも違う意味でね好印象なんですよ。すごく明るいな、賑やかだな、お友達いっぱいいるんだろうなっていう好印象と、こっちはね緊張してるのかなっていうふうに思いながらもすごくね真面目に取り組んでるんだなとか、イベントでねガチガチに震えたりとかするかもしれないんだけど、それぐらい一生懸命物事考えてやってるんだろうなっていうところに好印象を抱く第一印象はそういうところですね。もしかしたら少し消極的だなっていうふうに思うのかもしれない。人が集まる場所でイエーイ乾杯みたいな感じでわーってみんなが盛り上がってる中、あなたはいや乾杯って一緒にねこうやって手あげられないわ、恥ずかしいわって思ってるかもしれないっていうようなイメージが入ってきています。ただなんて言うんだろう、軽い人じゃないっていうのがある。ノリがすごく軽すぎてなんか遊んでるんだろうなっていう風には見えないよってところですね。そしてあなたのどこに惹かれるのかって言ったらこれもまた面白いですね。陰ながら努力してるところだっていうのが入ってくるので、この第一印象とまた違う、あなたと同じなんですよね。第一印象と惹かれるところがまた違うんだっていうところが入ってきてるんです。自分の本質をちゃんと見てくれるところ、自分が努力しているところを理解してくれるところもそうだし、あなた自身も自分自身が周りの人に気遣いさせようとしないようなところ、周りの人に気を使わせないようにあなたが振る舞っているところだったりとか、成果を残すときに私一生懸命頑張りましたっていうアピールをしないところ、がすごく素敵だって。
芯の強さってことですよね。心の芯の強さですよ。ぶれない心とか強さ、メンタルの強さ、同じかな。お相手と同じ強さっていうところもあるんですが、でも表向きすごく美しい人っていうのがお相手入ってますよ。外見すごく美しい、でもそこにはめちゃくちゃ努力したってことがあるからこその美しさの表れなんだろうなとか、内面磨きすごく頑張ってるからその美しい内面が表情に現れてくるんだろうなっていうところを感じてるってところです。あなたが陰ながら一生懸命頑張ってるって誰にも言わない、そこがまたいいよねっていう風に感じるんだっていう風に出てきています。そしてあなたは慎重だっていう風にお相手から最初思われるんですが、決めるところちゃんと決めるんじゃないかなって思ってます。決断力があるっていうところが入ってくるかな。美しさ、そして見えないところでの努力、あとは決断力っていうところがお相手が惹かれるところだってかなり大きく入ってきてるので、あなたもお相手もですねかなり大きく入ってきてるので、これかなりね第一印象から惹かれるまでの過程っていうのがすごくドラマチックで、で惹かれ合う頃にはお互いのことすごく大きな存在として見てるんじゃないかな。お相手のところは第一印象とこの惹かれるところがだいぶ違う。あなたもそうなんですけど、かなりね違うんじゃないかな。第一印象とはまた違うところでお互い惹かれ合うんじゃないかなっていうのが出てきています。ではこのカードも寄せていきましょう。ではこの後ですね、お二人がお付き合い、出会ってからお付き合いまで至るまでの、どれぐらいかかるのかとか、どういう流れになるのかっていうのを見ていきましょう。もらっていきます。このお相手、一見クールに見えて誤解されやすいかもしれないんですけど、情に熱い中身がね、あとロマンチストっていうのも入ってくるので、そこを一発であなたは見抜くんじゃないかなっていうところあります。ではもらっていきますね。テンバランス、あっという間にお付き合いに発展する可能性が高いんじゃないかなと思います。でも物足りない気がするので、もうちょっと出しますね。いやちょっと待ってくださいね。もう一回切ってもいいですか？これタイミングが良ければすぐお付き合いに発展するんじゃないかと思います。出会ってからすぐです。このカードがペンタクルのページ、そしていいですね、カップの7、すぐねお付き合いしそう。ジャスティス、順調に愛を育まれていくんじゃないかなっていうのがありますね。いやもちろんお付き合いしたらね、こういう風な交際したいなとか、こうしたいなああしたいなっていう風ないろんな理想とかお互いの思いとかっていうのもあるんですけど、共有してやっていけるよっていうのが総じて言われていますので、何か不安とか波があるとかそういうのもないんじゃないかなって思うんですよ。ちゃんと育んでいける恋愛ですよっていうのがありますし、お互いバランスとってやっていけるっていう、すごいですよね。すごいなと思うんですよ。決めるところはバチッと決めるし、融合するところは融合する。だから共有したりとか共感したりとかし合いながらも、2人で決めていくところはちゃんとねやっていきましょうっていうところで、お互いがうまくバランス取れて調和取れて仲良くやっていけるんだっていう、程よいバランスでっていうのも入ってくるので、この距離感だったりとかお付き合いする時のお互いの感覚っていうのもすごく似ているし、いいよっていう風に出てきている。2人で一緒にいると育む恋愛、実りに向かってね育んでいけるし、いろんなことを頭の中でね空想したり妄想したりしていても、それすらも共有していけるんじゃないかって、私はこういう恋愛したいんだってことすらも共有し合えるし、
同棲したいとかね、結婚したいとか、そういうタイミングも全てね共有し合えるような素晴らしい関係性だっていう風に出てきてるんですよね。お相手が優しいかな、やっぱり甘やかせてくれると思います。すごくねベタベタっていう感じで、ベタベタっていうかな、そうかな、周りの人から見たらそうじゃなくて、二人きりでいる時にすごくね甘やかせてくれるというかね、ベタベタするわけじゃないんだけど、めっちゃくちゃ優しい愛に溢れてるんじゃないかな。決してあなたもわがままになりすぎることもない、程よいんですよね、お互いが。そしてあなたの方がお互いねすごくねバランス感覚がいい、調整してくれるところがあるし、何か決めるとかこうしたいっていうのはあなたの方からなんじゃないかな。私これやりたいって言うといいねみたいな感じで、お相手がなんかねサポートに入ってくれるというか、知恵を出してくれたりとかっていうところも入ってくるので、これ2人のタイミングがいいと、もう自然の流れでお付き合いに発展していくんじゃないかなと思います。告白するんだったらあなたの方かなっていう感じもするんですが、ね、私付き合いたいのって言うとっていう風にね受け止めてくれるようなお相手、もしくは自然の流れでね、お相手うまいんですよ。そういうね、なんて言うんだろう、賢い方だからね、自然の流れに持っていくのがうまい方なのかもしれない。気がついたら好きって言わされていた、だけどすごくハッピーっていうような感じがします。はい、このようなお二人のお付き合いの流れ、割とね早いし、かなりお二人の中で人生のね大きな節目っていう感じがするんです。この恋愛をするのがね、お互いにとって大きな節目になると思いますし、これから末永く育んでいくための、スタートを切るよっていう風に出てきています。では次に行きましょう。お互いにとって障害になるようなことありますかっていうところで聞いていきますね。もし何かあれば、障害になるようなこと、心の声、不安、期待していること、または障害になるようなこともらっていきましょう。あなたの方はワンドの6、そしてお相手ももらっていきます。お相手何か不安、または期待、または障害に感じていることありますか？お相手はカップの6ですね。なるほど。お相手の方は不安に思っていること、もしくは障害に思っているところに過去っていうのがあるんですが、でもこの人って過去にとらわれるような方じゃないんです。はい、情には熱いんだけども、例えばね昔の恋愛が忘れられないとかそういう感じじゃないので、あなたの過去を気にするっていう場合はちょっとあるかもしれない。あなたの元彼、元カノとか恋人の存在、昔付き合っていた恋愛事情とかね、そういうのを少しねちらっと気にする場合はあるんですけど、でももうね関係性が終わっているような、昔の恋愛に対してグダグダ言うような方ではないので、強いて言うんだったら過去っていうワードが入ってきますけど、それよりだったらお互いすごく純粋に思い合ってるよっていうところがある。その不安に思ってることとか障害に感じてることっていうよりは、クリアな気持ちで純粋な気持ちでやっていきたいんだとか、それを大切にしたい、清らかな気持ちを大切にしたいっていうお相手と、そうですね、で2人の歩んできた道のりをその都度立ち止まって確かめていきたいっていうお相手、そしてあなたも進んでいってるんですよね。過去は振り返らないよっていうあなたがあるので、そこでちょっと過去を立ち止まって確認したいっていう純粋なお相手と、過去は振り返らない、進んでいくわよっていうあなたのちょっとした違いはあるんだけど、でもそこがじゃあすごくね大きな障害になるのかとか、すごく大きなズレなのかって言ったらそうじゃないんですよね。お互い6番と6番で共鳴し合ってるので、結局のところ、溝とかもなくてね、進むスピードが違ったりとか歩む歩幅が違う時はあるかもしれないんだけど、でも進んでいくよねってところは同じだよねっていう、2人が仲良くやっていくっていうところが理想として同じ共通点があるよねってところですね。そうですね、なんか別に秘密の恋愛してるとかっていうわけでもないと思いますし、
この方との恋愛っていうのはね、周りの人からもすごく祝福されるでしょうし、期待していること、そうか、あなたの方でもし不安とか障害でもし読むとするんだったら、可能性としては低いけど少し遠距離になるのか、どちらかがね出張の多いお仕事でなかなか時間が取れないとか、そういうところはあるのかもしれないけど、この2人っていうのは同性っていう可能性が高い。一緒に住むとか反同性っていう可能性が高いんじゃないかな。ただいまお帰りっていう風に言い合えるような毎日を過ごされると思うんですね。なんかね、障害っていう感じがしないカードが入ってきてるし、6番でお互い共鳴し合ってるので、かなりねバランス取れてるんじゃないかなと思います。期待してることとして読むんだったら、このまま進展させてね、結婚とかその先までねやっていきたいなっていうお気持ちがあるよっていうところが出てきています。はい、そして次、最後ですね。引き寄せるアドバイス。障害を乗り越えるためのアドバイスでもらおうかなと思ったんですが、障害っていう障害がなさそうだし、お互いそうだ、一目惚れかもしれないっていうふうに先に言いましたっけ、最初に。一目惚れっていう可能性があるので、そして自然の流れでお付き合いして順調なんですよね。ではこの方と結ばれるためのより良いね引き寄せのアドバイスとしてもらっていきましょう。ではまずカラーカードから1枚もらっていきます。はい、バーガンディのカード、ワイン色ですね。トランプからもアドバイスもらっていきましょう。バーガンディは情熱を目覚めさせる色、10番。やはりお酒の席なんでしょうかね。ワインが入ってくるので、なんかワインがあるような場所、飲み会っていうのがね入ってきますね。生命力や行動力っていうのも表しているようなカード。やっぱりバランスがいいんだな。お二人のアドバイスとして、その自然なままのお互いの波長とかバランスっていうのを一番大切にするといいよっていう風に出てきているので、そうですね。そしてもし、健康ポイントとしてここを大切だよ、押さえとこうねっていう風にもし言うのであれば、腸、胃腸っていうか腸ですね、腸のあたりですねを消化機能とかね、そういうところを高めていこうっていうところと、やはり血の色なので鉄分っていうところが入ってくるかなと思います。はい、栄養そのあたり取ろうねっていうところと、消化のところですね。もし健康面でね、体のことでもし言うのであれば、そして共通点としてお酒、飲み物、お酒の席っていうのが入ってきています。すごくね、賑やかになれるようなお付き合いになっていくので、勇気を出して飛び込んでくださいねっていうアドバイスも入っています。はい、そしてルノルマンからも1枚もらっていきましょう。あなたが勇気を出すとすごく引き寄せが早まるよっていう風に出てきています。あと素直になること、でも意地を張るってことが一切ないので、自然とね打ち解けていけるってところがある。ここぞっていう時にこそ素直になるといいよ。1番、やっぱり1番ライダーが出てくる。1番ライダー、この1番と1番が重なってるので、やはり早いタイミングで出会うし、出会ったらね結構割と早くねお付き合いに発展していくんじゃないかなって、急展開みたいな感じでね、めちゃくちゃ意気投合するのか、お互い一緒にいる時間がすごくねあるのか、何かしらの要素が重なってお付き合いまで順調にいきますし、その後もね進んでいくっていうのが出てきていますので、未来に向かって羽ばたいていくんだよっていうのがもうすでに入っています。はい、いいですね。あなたが自信と勇気をつけることっていうのがアドバイスとして入っていますので、もしね今この思い当たるような方と出会っていませんって方は、これから間もなく出会う可能性大なので、1か7ですね、この数字の時です。なので7だともう今月7月っていう可能性がすごくあるので、超期待なのでね、まだこのような方に出会ってませんって方はもう間もなくです。
そのために自分磨きをするとか、栄養をしっかりとっておくとかってこともそうですし、生命力とかね、あとは情熱、勇気、自信、このあたりを自分磨きの中の要素として取り入れるといいかなと思います。はい、そしてお選びいただいたオラクルカード、こちらからもメッセージをもらっていきましょう。虹色ミルクレープという風にあります。希望のカードですね。虹は希望、幸運の象徴でもあります。そして運命の転機を表しています。あなたが誰かと誰かをつなぐ架け橋となっていくでしょうという風なメッセージが入っていますので、やはり人と人をつなぐような、あなたがそのような中立的な立場にいるとき、お相手と誰かを橋渡しする、もしくはね、誰かと誰かがつながるような瞬間に立ち会う、その時にお相手と出会うような可能性もありますし、あなたの転機、何かきっかけですね。お相手かもしれないんだけど、お仕事が変わるタイミングとか、何か生活が変わるタイミングでこの方と出会う可能性が高いよ、または恋がね結ばれる、恋愛関係になる可能性が高いよっていう風に言われています。願い事がね叶うでしょうっていう風に出てきていますので、あとはそうだな、虹を見た瞬間っていうのもねいいかと思います。虹を意識されるといいと思いますね。そしていつもお相手だけじゃなくてね、周りと周りをつないでいくんだっていう意識されることを、思いやりを持って接していくことってことですね。ありがとうっていう言葉を伝えていくとかね、そういうことでもいいと思います。これらを意識すると、ご縁がよりもっとね分かりやすい形でつながれていくでしょうっていう風に出てきていますので、これも参考にしてください。すごくいい恋愛ですよね。お互いがバランスがうまく取れるっていうのがすごく素晴らしいし、もう最初からあなたがお相手の本質を見抜いてるよっていう、あなたの見る目がちゃんとあるんだってところもねいいかなと思います。はい、参考にしてください。以上、1番をお選びいただいた方のリーディングとなります。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。こちら2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、あなたの運命の人をテーマに見ていきます。よろしくお願いします。はい、2番の方は大人の抹茶アイスです。抹茶いいですよね。好きです。はい、ということでやっていきましょう。最初に運命のお相手の特徴をいろいろカードを使って出していきます。その他に出会う時期や場所すべてね合わせて出していこうと思います。ちなみに今回タロットカード、その他のカードすべて正位置で採用していきます。早速見ていきましょう。いやもうすっかり夏ですので暑いということでね、ちょっと暑さ対策をしております。七夕が近いということでね、出会い、運命の人で見ていこうかなと思っています。ソードのキング。ワオ、ワールド。いいですね。すごいな。そしてペンタクル3番。いろんな特徴をねもらっていきたいですね。そしてちょっと待ってくださいね。ちょっとワールドさんにちょっとごめんなさいね。そしてこの方のカラーをもらっていきます。いや私今日暑さ対策で髪をねまとめてるんですよ。髪の毛ね。なのでちょっとね自分の顔が反射しないように気をつけてます。はい、カラーをもらっていきましょう。いいですね。サファイア、体を再生する。いやー、澄み切った青が出てきている。澄み切った青というかね、個人的にすごく好きな色、サファイアの色が入ってきている聡明な方ですよね。はい、その他にもいろいろともらっていきます。どんどんと出していきましょう。今回出していくアルファベットはイニシャルではありません。この今から出すカードからいろいろともらっていこうと思います。
X のカードが入ってくるので、なるほど。いや、なんか好きな色青なのかなと思ったけど、青じゃなくて、この方黒とか赤かな、好きな色として黒がメインなんじゃないかなと思います。暗めの色。あとは赤、差し色で赤なのか。赤がメインじゃないんですよ。メインは黒なんですよ。女性だったらしっかりとお化粧しているでしょうし、男性でも身なりに気を使っているというかね、かなりこだわりを持ってらっしゃるんじゃないかと思います。好きなお洋服のブランドがあるとか、自分はこういうテイストのお洋服が好きとか、しっかりとした、ジャンルっていうのが確立されてるんじゃないかな。こういうのが好きっていうのが。そして出会う時期場所っていうのももらっています。数字としては3番っていうのが入ってくるので、3のつく日、3月、3ヶ月後、3週間後、3週間後のお誘いとかね、そういうのも入ってくるかなと思います。そして場所か。動きのある場所ですね。乗り物の中とか、電車の移動中とかなんだそれって感じなんですけど、旅先でとか、旅行先で、宿泊先でとか、場所が変わるとき、あなたが引っ越しをするときなのかもしれないし、乗り物の中っていう感じもする。一部では遊園地っていう場所もあるかなと思いますね、場所として。なんか電車っていうイメージが入ってくる。バスじゃなくて電車。バスだとしても高速バスみたいな感じで、深夜バスとかね、高速バスみたいな。旅行かな。もうちょっともらいましょうか。普段いる場所から離れた時っていうのが入ってくるのと、それがその昇進旅行というか、あなたがちょっと傷ついたか何かストレスがいっぱいいっぱいで、ストレス発散のために旅行に行きたいとか、あとは海を見に行きたいとか、気晴らしですよね。気分転換に場所を移った時、どこかに出かける。フラッとね、電車に乗って海に行くとか、遊園地に遊びに行くとか、映画館行くとかね、何か赴いたところで出会うんだっていう風に入ってきています。めちゃくちゃね、コミュニケーション取れるよっていう風に出てくるので、初めて声をかけられたとしても意気投合するんじゃないかなっていうのが入ってきています。場所としてはね、そういうところかな。食べ物が関わってくる場所もあると思いますし、でもね、椅子なんですよ。椅子っていうワードが入ってくるので、あなたが椅子に腰掛けている時とか、建物の中、出会ったところに椅子があるとか、座席でしょうかね。で、なんか前と後ろになったとかね、そういうタイミングなのかなというふうに入ってきています。で、3番ですね。3っていうのが数字で入ってきています。あとは7もいいかな。でも3が一番強いですね。3のつく日。で、強いて言うんだったら、次にあげるとするんだったら7ですね。はい、7っていうとね、今月も7なのでねいいかなと思いますね。かなりね、スピード展開の恋愛になる可能性が高いです。場所として、あとは、食べ物のある場所っていうのも入ってくるので、その食べ物っていうのが猫カフェとかドッグカフェとか、そういう動物と触れ合いながら食べ物がある場所。牧場っていうよりはもうちょっとなんかこうシティ寄りな猫カフェとかね、そっち寄りのイメージが強いんですけど、まあでも牧場でもあるかもしれないですね。マザー牧場みたいな感じで、気分転換に動物に触れ合いに行ったらみたいな感じで、動物に触れ合うプラス、そこで体験できるような場所、陶芸体験とか、あとなんかリース作りだったりとか、その産地のものを食べられたりとかっていうようなワードが入ってきています。本当に一番強いのは椅子かなと思いますね。そうか、その昇進旅行って言ったのは、この方があなたの傷を癒してくれるからっていうのが入ってきました。体を再生する、つまり傷ついた心を癒してくれたりとか、疲れた体を回復させてくれるっていう意味で入ってきているので、本当にあなたが疲れてる時、マッサージしに行こうと思ってね、マッサージ屋さんに行ったらそこで出会うっていう場合もあるかな。
とにかくあなたが外出したらっていう感じが入ってくるのと、椅子ですね。はい、それは何回も言ってる。そしてお相手の特徴を見ていきましょう。場所時期見ていったので、かなり個性的な方です。そしてはっきりしてるんじゃないかなと思います。だから癒してくれるっていう風に出てきたので、一瞬ね癒し系なのかなって思った方もいるかもしれないんですが、ふんわり癒し系じゃなくて、ズバリ切り込んでくれて心がさっぱりするっていう感じですね。滝に打たれて浄化されるような感じです。はい。チャポンって半身浴して、ふんわりね泡風呂に包まれてね、わー心地いいなーではじゃなくて、ドシャーって滝に打たれて、いたでもすっきりみたいな、そういうなんかね、ズバリ切り込んでくるけど、でもそれがかえってね気持ちいい心地いい方なんじゃないかなと思いますね。この方の滝に打たれると、あなたがすごくねクリアな気持ちになると思います。疲れを吹っ飛ばしてくれるような言葉をかけてくれるとかね、かなりはっきりしてるんだけど、でも実際的を得ていたりとか、だけど優しさもあるんですよ。浄化してくれる、守ってくれるってことに近いかな。癒しとか優しさとかっていうよりは、守ってくれる人みたいなね感じで、すごくこわもて強いとかね、凛としているとか、こう芯が通ってるような方なので、ふにゃーっとはしてないんですよ。はい。だからこその、清らかさだったりとか、この方からもらえるものっていうものがあると思うんですよね。海外に通じてる方もいるのかな。あとは本当に人を癒すお仕事をしている、外見的に全然そう見えないんですけど、例えば保育士さんとか学校の先生なんだけど、その職場から離れると、服装が全然わからない。本当に学校の先生なのみたいな感じで、すごいインディアンチックな格好をしてるかもしれないし、ね、ゴツゴツのハード系の服着てるかもしれないし、ちょっとヒップホップ寄りのねお洋服着てるかもしれないけど、見た目と食とちょっとかけ離れてるところがある。この趣味と食とね離れてるところがあるかもしれない。そういう意味ではギャップのある方なのかもしれないけど、でも見た目で判断するんじゃないよねっていうところが出てきているので、この方もあなたもです。だからそうなんだ、実際なんかこうね、すっごいねこうハード系の格好をしてるから音楽やってるのかなと思ったけど、実際保育園の先生なんだねみたいな感じでね、びっくりするのかもしれないけど、でもちゃんと付き合っていくと、この人すっごくまっすぐで根が正直だし、そして多分ね不器用さんな気もするけど器用なんですよね。それが転じて器用になるってところがあるのかな。ちょっと不器用な風に見られるっていうか、言葉がねズバリ切り込んでいくようなところがある、はっきりしてるのでわって思うかもしれないんですけど、結局ねうまくそれが収まっていくように、この方の力がすっごくあると思います。はい。一緒にいると頭が冴え渡っていくんじゃないかな。悩みが吹き飛ぶとか、あとはやはり守ってくれるっていうところですね。あなたが疲れてる時、もしくは傷ついてる時に出会うんじゃないかと思います。見た目もしくは内面的要素としては、あなたの、理想の方っていうのが入ってきています。またはこの方は完璧な方なんじゃないかな。完璧な方というか、完璧を目指している方なんじゃないかなと思います。理想、自分自身のね理想が高いのかもしれません。自分はこうあるべきだみたいな。例えばね、お仕事はちゃんとここまでやらなきゃいけないよなとか、自分自身責任感すごく感じてらっしゃる方だし、あとキングのカードが出てるので、リーダーシップを発揮するようなお仕事とか性格なのかもしれません。責任を感じやすいのかな。だけどちゃんとそれをね責任持ってやり遂げるんですよね。思い悩むことあんまりないんじゃないかなと思います。技術がすごくあるお仕事として、何かを作っているお仕事かもしれないし、誰かを癒すような、ケアをするようなお仕事かもしれません。でもケアプラス技術が入っているので、やはりこうマッサージ系だったり医療関係だったりとか、何か資格を持ってやられている方がいらっしゃるんじゃないかな、多いんじゃないかなと思います。この方ですね。そうですね、お料理っていうのも入ってくるかな。ガーデニング、お料理、そのあたりに資格を持っている方、ソムリエ、そのあたりも入ってくるかなと思いますね。飲食店でも資格ちゃんと持ってらっしゃる、調理師、もっと深い、もっと極めていく感じ、栄養学だったりとか、そうですね、料理長だったりとかね、めちゃくちゃ
極めてる可能性があるかなと思います。もう製造するお仕事とかもそうかな。技術のあるお仕事っていうのがまず入ってきます。性格お伝えした外見としては、女性だったら髪の毛は巻いていると思いますし、男性でも割とかっちりした髪の毛されてると思うんですよ。かっちりした髪の毛、ヘアスタイルです。はい。お仕事だとちゃんとね髪の毛を整えていてまとめていたりとか、短くてもねちゃんとおでこが出るようにまとめていたりとか、清潔感があると思います。ヘアスタイルとか外見に対しては特にお仕事中です。そして仕事だと制服みたいな感じで、あと白衣とかねみたいな感じでこれをつけますっていう制服みたいなものがあるんじゃないかなと思いました。そしてやはり心を、癒すお仕事、カウンセリングのお仕事をしている可能性もありますし、自らが切り開いていくお仕事、いやでもなんかお医者さんとかね医療関係っていうのも入ってきます。はい。で自分のストレスとかをねあまり自分のストレスだっていう風に感じずに突き進むところがあるので、体調を崩したりとかはしないんですけど、タフなんですよね。体力があってメンタル強くてってタフな方っていうのが入ってきます。めったに体調を崩すことないんじゃないかなというふうに感じています。もしこの方が体調を崩されるようなことがあったら、サポートに入ってくれるといいなっていうふうに思ってるんじゃないでしょうか。自分でも気づかないところで知らず知らずのうちに疲れがたまるタイプなのかもしれません。イエスノーがはっきりしているので、嫌なことは嫌、いいものはいいっていう風にはっきり言うタイプなのかなと思いました。あと会話上手ですね。ぶっきらぼうに見えて意外と器用に会話されているのかなっていう感じもしますし、すごい言い方しましたね今私ねごめんなさいね。そして力持ちってところも入ってきます。性別問わずですね。ジム通い、体作り、ボディメイクされている方いるんじゃないかなと思います。体型に関してはがっちりしている方、もしくは女性だったら丸みのある体っていう、女性らしいね丸みのあるボンキュッボンみたいなね形をされて、ボディラインをされてるんじゃないかと思います。はい。肩幅が広い、背中がキュッと、腰がキュッとしているとか、足腰はしっかりしているっていうような感じです。はい。そういうところでしょうか。はい。ではまとめていきましょう。あと海外っていうのも入ってくるので、もしかしたらね帰国子女だったり海外の方だったり、そのあたりに交流のある方、ハーフの方とかっていうのもあるかもしれません。このあたりでしょうか。旅行先、もしくは椅子っていうね、待合室なのかな、椅子っていうワードも入ってきますね。ではまとめていきましたので、お互いの第一印象と、惹かれ合うところをもらっていきましょう。こちらがあなたのデッキです。ここからあなたがお相手に感じる第一印象と惹かれるところをもらっていきます。はい、まず第一印象はソードの2番。そしてどこに惹かれるのかっていうところはペンタクル8。いやそのまんまっていう感じで入ってきました。あなたがちゃんとお相手のことを見てらっしゃるっていうのがわかります。そうですね、外見で惹かれるとか、あなたは一目惚れするタイプではないっていうのがここで入ってきていますね。ちゃんと、お相手の本質を見てから惹かれていくんじゃないかなっていうところがあります。まず一番最初に出会った時っていうのが、あなたがお疲れ、もしくは心がね傷んでるような状態で出会う可能性が高いので、落ち込んでいたりとかね、ストレス発散でどこか出かけた場所で出会うっていう可能性が高いので、しかもなんかねここで冬っていうのが入ってきたので、もしかしたら気温が低い土地とか、季節的に気温が低い季節とか、風が強い日、雨の日とかっていうのも入ってくるかもしれません。そしてこのお相手と出会った時のあなたの第一印象っていうのが、このお相手にここね、お相手もお相手でいろいろ頑張ってるんだろうなっていうのがまず第一印象です。
そしていろいろとバランス取ってくれてる。多分ね、この人も痛いだろうにとか辛いだろうになっていう風にあなたが感じるんですよ。この人すごく頑張ってるんだけど、でも周りのために多分ね、自分を犠牲にして頑張ってるんだろうなっていうのが第一印象。もしくはこの人が、力を込めてね、あなたを癒してくれるとか、あなたを回復させてくれるように感じるんじゃないかと思います。うまいバランス取ってるんだろうけど、でも実際この人はこの人の中で辛いこととか大変なことあったんだろうなっていう風に感じるんだって。そしてどこに惹かれるのっていうと、やはりここで技術のカード、匠のカードが出てくるので、この人の仕事ぶりだったりとか、生き方そのものだったりとか、この方が取り組んでいること、こだわっていることを突き詰めている時、取り組んでいること、一生懸命頑張っている姿、後ろ姿を見て、あ、なんかすごい素敵だなとかね、ここすごく惹かれるな、もしかしたら頑張っているところを近くで見ているっていう可能性もあるかもしれません。やはりお医者さんなのかなっていうイメージが入ってくるんですけど、もちろんね、医療関係じゃなくて何かを製造するとか、もうアートとかでもそうですよね。同じものをずっとね、コツ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 積み重ねていく姿が素敵。お仕事だけじゃなくてもね、生き方、姿勢とかそうですよ。継続する姿が素敵だなっていう風にあなたが感じるのかもしれません。でもお仕事っていうワードが強いかなと思います。では次、逆にお相手にも聞いてみましょう。お相手のデッキからこちらですね、もらっていきます。あなたの第一印象とあなたのどこに惹かれるのかっていうところをもらっていきます。このあなたの第一印象と惹かれるところを見ていくと、お相手かなり分かりやすい方、はっきりしてる方なんじゃないかなと思っています。裏表のない方ってことですね。打算的に動かないっていうところがあるんじゃないかと思います。ソードのプリンス、そしてカップの6っていうのが入ってきています。ソードのプリンス、お相手もあなたに似たようなことを感じるのかな。ソードのナイトさん、まっすぐと自分に向かってくる人だなっていう風に感じるでしょうし、多分趣味思考とか考え方とかも似てるところがあるんだと思います。同じソードの要素を持っていますので、自分に似てるなっていう風に感じるんじゃないかと思います。そして言葉のやり取りとか情報のやり取り、情報提供交換っていうのも入ってくるので、あとはね、よくよく自分のことを見てるなっていうのが入ってきますね。自分のお相手のね、動きをあなたがすごくよく観察してるというかね、動きをちゃんと見てるというか、真実を見極めようとしてるというかね、この人ってどういう人なんだろうっていうのをあなたがじーっとね見てるっていう視線を感じるっていうことも入ってきます。そしてお二人の間には嘘とか駆け引きとかもなく、ストレートなやり取りっていうのが入ってくるのかなっていうふうに感じますね。そしてどこに惹かれるんですかって言ったら、あなたのね、心温かいところとか、とても純粋なお気持ちっていうところに心が揺れるっていう風に出てくるんですね。このお相手っていうのはどっちかっていうと行動力があって、判断力があって、クールで会話上手で賢くてっていうワードが入ってくるんですけど、周りを引っ張っていくっていう風に入ってくるんですが、自分にはないものを持っているところだっていうのが入ってくるんですね。まるで汚れの知らないね、美しい、なんて言ったらいいんだろう、お子さんのような、お子さんって言ったらって思うかもしれないんですが、純粋な子供のようなね、少女のような、少年のような気持ち、ときめきとかを持っているところだっていうのが入ってくるんですよ。自分にはない感情を持っているところだっていうのがあるんですね。あなたの人に対する接し方だったり、思いやりとか、そういうところを見ていて心揺れるっていう風に出てきていますね。かっちりしたお相手だから、そこにね、心っていうのを教えてくれる存在だっていう風に出てくるんですね。はい、このようにお相手の第一印象、あなたの第一印象とかそれぞれもらっていきましたので、じゃあお二人がお付き合いまで発展していくにはどんな道のりがあるのかっていうのをもらっていきます。こちら出す枚数はその時々によって変わります。
まず1枚出してみましょう。2人がお付き合いに発展するまでの流れです。はい、強行のカード。もしこれをお仕事として捉えるとするのであれば、やはり立場っていうところが入ってくるので、先ほどもお伝えした通り、お医者さんと患者さんとか先生と生徒とか、そういう何かしらの関係性っていうところが出てくるし、お相手が教える側とか導く側っていうのが入ってきますね。メンター、アドバイス、カウンセラーとかね、そういうのが入ってくるかな。そして2人がね、交際に発展するまでに多分目上の方を通さないといけない可能性がある。それが会社の上司なのか、お互いのご両親なのか、交際を認めてもらうような流れになるのかなと思いました。そして塔のカード、ペンタクルクイーン。なるほど。そうですね。どうしようかな。もう1枚出しましょうかね。どうしようかなと思いますが、ちょっと待ってくださいね。ワンドのクイーン。お二人が交際に発展するまでの間っていうのが、結果としてね、お付き合いすごく順調に発展されていくんですけど、まずここで塔が入ってるので、2人が変わるきっかけ、タイミングっていうのが、めちゃくちゃ大きなタイミングっていうのが入ってくるんですね。これが一体何を表しているのかっていうのをもう少し読み解いていこうと思います。ジャスティスのカード。お相手も出しましょう。決めていかなきゃいけない。一部の方ではあなたに恋人がいるとか、配偶者がいるっていう方もいるかもしれません。お相手ってよりはあなたの方かもしれないですね。もしそうだとするのであれば、そこの清算をちゃんとしていくっていうのがここで入ってくるのかなと思います。お相手としてはソードの6が入ってるので、やはりお互いにとって転機になるようなタイミングがやってくるよっていう風に出てくるんですね。もしお付き合いに発展させるとするのであれば、お相手も何かしらの変化っていうのが求められてきますし、あなたの方でも何かを自分の中でね、正していかなきゃいけない、何か決めていかなきゃいけないんだって正しい判断をしていく。どういうために、原因と結果をちゃんと突き止めていきましょう。自分の中で誠実さを持って向き合ってね、決断していくことがあるよっていう風に出てきていますね。これがお互いのお付き合いする前の段階ですね。そのために、ここを乗り越えていくためにね、お互いの転機っていうのをしっかりと持って見つめていきましょうっていうのが入ってきています。あなたの方にジャスティス出ていますので、いかにバランスをとって客観的に見てね、正しい判断というか、自分の中でもそうですよ。自分でこうしたいんだって思う気持ちに従って、そしてモラルに反することなくね、強行のカードが出てますので、世間一般的なモラルに反することなく、自分で決めていくんだって、自分の思った通りにね、決めていくんだっていうところが入ってきています。もしかしたら誰かにね、助言を求めるっていうこともね、あるかもしれません。アドバイスをくれる方っていうのもあるかもしれませんね。お相手の方もお付き合いするには自分の環境の変化だったりとか、何かしらの新しいものを作り出していくというか、変えていく、変容していく必要性があるんじゃないかって自分の中でも感じるんだっていうのが出てきています。お互いそれぞれの環境を整えた時にお付き合いってところに発展していくんじゃないかというふうに出てきています。そしてここ、
タワーのカード2枚目と子供のカードと入っています。なるほど。お相手っていう感じでも入ってくるかなと思いますね。お互いが乗り越えていくべきものがあるっていう風に出てきていて、一つは仕事っていう可能性もあります。収入面ですね。っていう可能性もあるし、あとは生活ですね。場所が離れているのか、住居の問題なのか、ご家族っていうよりは建物だったり会社っていうところだったりとか、社会的立場っていうところがお相手の中で、乗り越えなきゃいけないところだよっていう風に入ってきますし、それを乗り越えていかないと豊かさを受け取ることができないっていう風に入ってくるので、やはりね、お相手も何かしら成長するところにいるのかなっていう、すごくね、大きな転機っていう風に入ってきますね。お子さんのカードも入ってきていますので、一部の方ではお子さんいますよっていう方もいるでしょうし、それだけにとどまらずに、ここですね、清らかな気持ちっていうところもワードとして入ってくるかなと思います。少しね、このクイーンが2枚重なってることが気になるんですよね。これか。これですね。エンペラー。エンペラー。お相手ですね。お相手が変わる。お相手が変わらなきゃダメだっていう風に出てきています。お相手が変わる。そうか。あなたの方にもしかしたらね、恋人とか他にお相手がいるのかなと思ったんですが、なんかね、お相手がもうすでにね、既婚者だったのか、他に恋人がいるのか、その状態で2人が出会うっていう可能性がちょっとね、強くなってきましたね。お相手が変わらないと2人の恋愛関係に発展していかないよっていうところが出てくるんですよ。お相手が多分ね、かなり大きな試練を乗り越えるってところ等が2枚出てきていますので、はい。で、自分の環境を変えていくことっていう風に入ってくるし、あなたもそのお相手の状況とかを見ながら、踏まえながらね、ご自身の中で判断していくことだよっていう風に入ってくるんですよ。お付き合いまで発展していくには、少しね、お互い乗り越えなきゃいけないことが出てくるよっていう風に出てきていますね。お相手がしっかりと、もともとね、リーダー気質なところがあるので、判断とかも間違えることがないと思いますので、自分の信念を貫いていくために、そして環境とかいろいろ変えていかなきゃいけない、お相手の世界を変えなきゃダメなんだよってところが対策として出てきていますので、あなたとね、お付き合いしていくんですが、お付き合いに至るまでっていうのがかなり環境の、もしくはね、お相手の世界そのものをね、変えていく必要があるよっていう風に出てきていますね。そして気持ちとか、あとは物質的な面かな、両方もちろん大事なんだけどっていうところもアドバイスとしては入ってくるんですが、でもね、クイーンが2枚重なってるのが少し気になったので、そこでプラスエンペラーが入ってくるので、そしてね、対策でデスが入ってくるので、やっぱりお相手が、決めていく、変えていくことがあるんだよっていう風に出てきています。で、どうしたいのかとか、こうするんだとかじゃなくて、お相手はあなたと付き合うために、お付き合いするためにね、向かって取り組まれていく、世界を変えていくと思いますので、ここまでね、変わるカードが入ってきているから、乗り越えて変えていくと思いますよ。性格的にも、タフな方なのでね、試練があっても乗り越えていくんだってところがちゃんと強い意志として持っていますので、この時のお相手の状況としてはどうなのかな。この2枚ジャンピングじゃないので拾ってやり直していきます。
エンペラー重なっていきますね。エンペラーがまた出てきていて、かなり強い意志を持って取り組んでいかれると思いますね。そしてちゃんとした決断とかをされていくんじゃないかなと思います。見えなくなることとかも出てくるかもしれません。あなたとの間に障害があるなっていうふうには感じています、お相手は。障害があってそれを乗り越えていくまでの過程なんですが、いろいろ策を考えるよっていうふうにお相手が出てきています。例えば一時期ね、離れてしまったりとか遠距離になってしまったとしても、自分の気持ちを伝え続けていくよとか、実際に会えない期間があったとしても手紙のやり取り、メールのやり取りとかは続けていくよとかね、ちゃんとそういうつなぎっていうところはちゃんとあるんだけど、あなたの見えないところで一生懸命頑張って成果っていうかね、あなたとお付き合いするために自分自身の環境を変えていくために取り組まれるのかなってところがあります。決して負けないよって、障害に負けないよってところが出てきていますので、あとはあなたに誤解されたくないってところがあるんですね。何があっても信じてほしいっていうお相手の言葉、態度、多分そのあたりにお相手の本心っていうところが出てきていて、あなたはそれを見抜く力を持っていますので、ちゃんとね、見抜いて信じてほしいってところが入っています。一見他の人から見たらお相手大丈夫みたいな感じで誤解されるようなところがあるかもしれないので、そこをあなたがうまくカバーしていくことっていうのがアドバイスとして入っています。必ずここはね、結果がちゃんと出てきますと、乗り越えるべき試練のことに対してはちゃんと乗り越えていけるし、乗り越えるだけの力も持っていますし、あとはあなたの信じるお気持ちとサポートが入ってくれれば、より一層ね、解決に向かって早くなっていくでしょうって。もしかしたらあなた自身も誤解をしてしまう可能性があるかもしれない。なんかね、心が距離が離れてしまったように感じるとかね、あなたがお相手に対してそう思っちゃうかもしれない。お相手の言ってることって本当なのかなとか疑ってしまうようなところも出てくるかもしれないんだけど、めちゃくちゃ強い気持ちと力を持ってお相手は乗り越えようとしていて、新しい世界へ行こうっていう風に頑張ってね、自分でちゃんとね決めようっていう風に出てきていて、だからあなたには誤解しないでほしいなってところが入ってきています。いろいろ頑張るからねっていう風に強く入ってきていますね。まとめ上げていくからねっていう風に出てきているので、それが複雑恋愛じゃなかったとしたら、お仕事の関係とか2人の恋愛関係をうまく進めていくためにご自身の環境を整えていくからねっていうところがちゃんと出ています。それをジャッジしてほしいっていう風に出てきていますし、ジャッジ、審判の結果、ちゃんとしたねジャッジがされて結果が出るでしょうっていう風に出てきています。あなたとお相手がお互い信じ合えなくなってしまうのであれば、それ相当のジャッジが出るでしょうし、信じて、あとはあなたが真実を見抜いて決めていくのであれば、動いていくのであればね、2人にとって最善の結果として訪れるでしょうっていう風にパキッと出てきています。ただ見えないところでお相手すごく懸命に動いていますので、もしかしたらパッと見た感じは動いてないんじゃないのっていう風に思われるかもしれないけど、見えるかもしれないけど、めっちゃもがいてますからねっていう風に出てきていますね。はい、何かねこうスムーズにお付き合いまで発展するまでにはね、何か山がありそうな感じもある。乗り越えなきゃいけないとか、何か成長しなきゃいけないってところも出てきてはいますが、お付き合いした後ってじゃあどうなんだろうとかっていうのもちょっと気になるので、深掘りしていきましょう。2人の世界が変わっていく、お相手の世界がね、環境が変わっていくことによって、お相手はあなたとの愛を掴み取っていくんですが、そのために向かって頑張っていくんだけど、じゃあその後ってお二人ってどんな感じっていう風に、ちょっとそのあたりをね、乗り越えた後ってどんな感じっていうのを、ワンドの9、はい、すごくね乗り越えるの苦しかった、大変だったよって。そしてペンタクル5、環境も結構苦しかったよって。
ワンドのキングが多いですね。だけど強い意志を持って取り組んでいったんだよ。だからこそ掴み取ってきたものがある。自分のこの熱意を失わずにずっとめげずに取り組んできたから。怪我もしたし出費もあったかもしれない。いろいろある。出ていくものもあれば入ってくるものもある中で、それでも信じて掴み取ってきたものがようやくここで結果として現れているんだっていう風に出てきていますね。もう自分はこうなんだって、こういう風に進んでいくんだっていうのをお相手の中ですごく強くあるんですよね。どんな逆境にもめげずに取り組んでいくよってところがお相手の姿勢、こういう風にやっていきますよっていう取り組みとして入ってきています。どれだけ自分が重い荷物を背負ったとしても、それでも自分はあなたとの愛のために、愛をね貫いていくために、進んでいくんだっていうのが出てきています。お付き合いするまでの流れを見ていったんですが、ここでそれぞれ障害になるものを出していこうと思います。あなたにとっての障害になるもの出していきましょう。そしてそれを乗り越えるためのアドバイスっていうのももらっていきます。あなたにとっての障害になること、ごめんなさい、このデッキお相手のデッキなのでお相手の方から出します。お相手にとって障害になること、そしてそれを乗り越えるためにお相手が取るべき対策です。タワー多すぎん ?123。ソードの2番。そしてあなたのところも見ていきましょう。障害と対策です。タワーがね3枚目出てくるってことは、しかもお相手のところにね出てくるってことは、やっぱりお相手の環境を変えることだったりとか、ご自身の中のなんていうのかな、安定したものを突き詰めていかなきゃいけなかったりとか、環境の整理とかっていうのも入ってくると思います。成長段階ってとこですね。ただ他のカードを見てると、その成長するためには痛みが伴ってくるよっていう風に出てきています。またソードの6が出てきています。ソードの6も何枚目かな、これはソードの7だから2枚目かな、2枚目かな。ソードの6と、あなたの障害としてもソードの6、そしてアドバイスとして対策としてね、カップの7が入ってきています。あなたの中でも物事を正しく見ていくための目、心っていうのが必要になってくるよ。あれこれ頭の中でいろいろ考える必要はないから、真実だけを見ようねって。周りの意見とか噂話に惑わされることないよ。目先の利益よりあなたの本当にしたいことを求めていこうねっていう風にアドバイスが入っています。障害に感じることとしては、新しい環境になっていくこと、2人が付き合うってことは新しい世界へ2人が旅立っていくことですよね。そこに対しての恐れ不安とかっていうのもある。なかなか決めきれない、行動しきれないってところがあなたの障害として入ってきています。新しい関係性を結んでいくためには、まだね自分の中でスムーズに流れていかないものがある、詰まりがあるぞっていうふうにあなたが感じているので、そこを乗り越えるために迷わずね、道を一つに決めていきましょう。正しい判断持ってね、時には助言してくれる人にねアドバイスを求めるのも良いでしょうっていうふうに出てきています。そしてお相手はやはり乗り越えるべきもの、ここには痛みが伴ったりとか、成長していくために手放すこともいろいろ出てくるでしょう。で、かなりお相手このソードの2も2枚目ですよね。ギリギリの中で頑張っていくって、あなたと出会った時からもうすでにお相手はギリギリの状態、プライベートはね。だけど公の場ではそれを見せないで、自分は平気ですっていう顔でいるのかもしれませんね。お相手はバランスをうまくとっていかなきゃいけないんだけど、自分のことも気遣ってあげなきゃダメだよっていう風な対策出てくる。絶対負けないぞっていう強い意志を持って取り組んでいくので、自分が怪我していることとか、お腹空かせてるとか寒いなっていうお気持ちをすごくね我慢してる、辛いお気持ちとかを我慢しているってところが自分でも気づかないところであるからねって、
そこやっぱりね、誰かがサポートに入ってあげないと、多分自分の傷とかに見て見ぬふりしたまま突き進んでいくのかなって。自分の環境を変えるためにこんなにいっぱい塔出てきていたら、本当にそれでも強いメンタル持ってるよってこともそうなんだけど、何かがあっても絶対崩れないよ、強いよってことも言ってるんだけど、でも人よりもね、人一倍頑張って乗り越えていかなきゃいけないことがちゃんとここに出てきてるなっていうふうにも感じるので、これはお相手の障害になることと乗り越えるべきための対策としてもらっています。はい、このようなこと、いろんなことね、多分お相手側が多分大きいんですよね。これをお相手が乗り越えた後にお二人がお付き合いってところに発展していくのかなと思いました。はい、このような流れが入ってきています。ちょっとね、クイーンが2枚出てくるのが気になったので、もしかしたらそのお相手の、例えばね、お母様と、例えばご家族とね、何か一波乱あるのか、ただいろんな痛みを伴ってでもお相手は変わるよ、成長するよって、あなたとの愛をつかみ取っていくために変わっていく、頑張るので、あなたは自分の本質、彼のね本質、頑張っているところをちゃんと見て欲しいなっていうところが出てきています。そして一回ね、信用を落としたようなことがもしあったとしても、もしね、何か信用じゃなかったとしても、何かがあったとしても、それを再生させていく、持ち直していくぐらいのやる気がすごく満ち溢れていますので、ちゃんとその姿、過程を見ていてほしいっていうところがお相手のお気持ちとして入っています。必ず掴み取っていくからねっていうところですね。はい、そしていろいろとアドバイスもらっていますが、もしね、お相手が自分の無理をね、見て見ぬふりして無茶してるなっていう風に感じたら、サポートに入ってあげるといいのかなという風に出てきています。お二人とも新しい環境に変わっていくっていうのがあるので、運命的な出会いって一部の方ではね、すごくバチバチする出会いっていうのもあるんですよ。障害を乗り越えてクリアしていく、そのための恋愛運命の人っていう場合もあるので、もしかしたらお二人はそうなのかもしれない。スムーズには流れていかないんだけど、すごく強い結びつきや衝撃を受けた出会いをされて、その後障害を乗り越えて結ばれていくような過程をね、二人は歩まれていく可能性がありますね。新しい世界へ行くっていうカードがすごく出ているので、2人にとって大きな転機だったりとか、世界が変わるような出会い、お付き合い、その先っていうのも見えてきています。では最後にもっとね、より良い開運のアドバイスもらっていきましょう。序盤にお仕事カードが出ていたので、もしかしたらね、お相手のお仕事や研究されていること、取り組まれていることっていうのも関わってくる可能性がありますね。はい、この色もらっていきます。プラムの色です。試練を乗り越える色、試練を乗り越える。はい、そして K ですね。支え合ってバランス取っていく。だけどかっちりした絆を持っていくっていうのがイメージとして入ってきています。そして9番のカードが入っていますね。大丈夫ですね。もし何かあって困ったことがあるとするんだったら、メールにするといいよっていう風に出てきています。そしてもしお子さんっていうワードでピンとくる方がいらっしゃるのであれば、そのお子さんっていう存在を大切にされてくださいねっていう風にも出てきていますね。いろいろ苦しいことがあるかもしれないけど、試練とか困難を乗り越えて成長した暁には、お二人はとてもハッピーなラストを迎えていきます。ハッピーエンドですね。迎えていくでしょうって。そして末永く二人は暮らしていけるでしょうし、その後は乗り越えた後はね、円満になっていきますよっていう風に出てきています。はい、そしてプラム色、ラッキーカラーですね。すごくいい色が入っています。
26番ブックのカードが入っています。結婚まで行くんじゃないかなと思いました。この方と一回試練を乗り越えたら、その後はすぐ、すごくね道が開けていくと思います。そのための知識を今集めてくださいねっていう風に出てきていますね。解決へ向かってのね道を今探して答えを出していくとき、今というかこれから先か、この方とお付き合いしていくために、引き寄せていくために、もし迷ったとき、迷路に入り込んだかのように迷ったときは、どの道が正しいのかとか、正しいだけではなくてどの道が自分たちに適しているかとか、近道でもいいんですよ。ゴールまでの一番早い最短ルートっていうのを選んでもいいですし、そのためのヒントとか知識を学んでいきましょう。知識をどんどんと増やしていきましょう。そうすると自分たちにとって一番最善のルートっていうのが見えてきます。そしてやはりここに棺のカードが入っていますので、何かを終わらせてまた新しく始まっていく、終わりと始まりっていうのがもう全体的に入ってきていますので、お二人がお付き合いしてその先へ向かっていくためには、何か一つ完成させて次へまた新しい世界へ向かっていくっていうのがお互いそれぞれ入っているかなというふうに出てきています。これがもしかしたらね、一部の方では体調面っていうこともあるかもしれません。もしかしたら体調回復っていうのが大きなワードで入ってくるかもしれませんね。はい、このように入ってきました。そして試練を乗り越えるプラムの色は、2人の絆を確かめ合って2人で乗り越えていくんだよってことを教えてくれています。そしてそのプラムの色、またはこういう紫に近いピンクの色っていうのをラッキーカラーとして取り入れてみてください。ショッキングピンクみたいなね、少し濃いピンクなんですが、この色をどこか差し色で取り込むといいかなと思いました。自分たちが苦しい時にこの色っていうのが入ってくるかなと思います。はい、今回は運命のお相手、特徴、そしてお二人のお付き合いまでの流れっていうのを見ていったんですが、お相手すっごくね意志の強い方、そしてタフな方ですね。はっきりしている方っていうのがあるので、迷うことがないんですよ。こうだって決めたら突き進んでいく力がものすごくある。だけどその一方で自分自身の傷とか痛みっていうのに鈍い方なのかもしれない。そこにサポートに入ってあげるとうまくいくよっていう風にも入ってきています。2人が出会った後っていうのはお相手メインとして乗り越えることが出てくると思いますが、ちゃんとそれを乗り越えてサポートに入って2人で絆を強めていった後っていうのは、結婚までね結びついていくような関係性になっていきますし、豊かさがもたらされるよってことが全体的に入ってきていますので、一番最後のところですね。収入アップにつながることだったりとか、実りっていうカードが入ってきていますので、ここはねいいんじゃないかなと思いました。はい、結婚まで至ると思います。こちらも参考にしてください。そしてお選びいただいたこちらのオラクルカードからもメッセージをもらいましょう。この大人の抹茶アイスっていうのは、流れに任せてというワードが入っています。もしあなたが身動きが取れないと思うとき、もがき苦しむのはもうやめて、周囲の流れに身を任せてみよう。きっとより良い未来が待っているよというふうに出てきています。困難だなとかどうしようかなと思った時は、もがくことを一回やめて、そして流れに身を任せてみるっていうのも一つの策だよっていうふうにアドバイスが入っていました。こちらも参考にしてください。はい、以上2番をお選びいただいた方のリーディングとなります。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、あなたの運命の人をテーマに見ていきます。お選びいただいたカードは、王女様の琥珀糖という輝く未来というワードが入っていますね。琥珀糖ですって。はい、キャンディーですかね。ということで見ていきましょう。今回カードはすべて正位置で採用していきます。最初に
この運命のお相手の特徴を出していって、出会う場所や時期まで出していきます。はい、ソードのナイト。賢い方なのかな。これもワンドの6、乗り物に乗っていますね。移動するカードが入ってきて、カップの10が入ってきています。運動神経がいいとか、体を動かすのが好き、あとは、乗り物の資格を持っている、免許をね持っているとか、乗り物に携わるお仕事をされているっていう可能性がすごくあるかな。アクティブな方っていうのがまず共通的に入ってきます。そして家族思いですね。家族だけではなくて仲間思いだったりとか、人情味のある人っていうのが入ってきますし、リーダー的存在っていうのも入ってきます。リーダーというか、先陣を切っていくっていう感じですね。先陣を切っていく、切り込み隊長みたいな無事に勝利をつかんで勝ち取ってね、結果をつかんでくるっていう方でもあるので、もちろん周りの人とかタイミングとかにも恵まれているんでしょうけど、ご自身の努力の成果、賜物だよっていうのもありますし、勇気のある方っていうのも入ってくる。そして今出したこのアルファベットっていうのはイニシャルではなくて、このワードから全部イメージをもらっていきますので、強い方っていうのが入ってきます。やはり運動神経がいいのか、体力に自信があるのか、鍛えてらっしゃる、体を鍛えてるのかなっていうイメージが入ってきます。はい、もちろんね、乗り物を乗りこなせるだけのバランス感覚とか身体能力とか技術力っていうのもあるんでしょうけど、体を鍛えてらっしゃる方がいらっしゃるのかなと思いますし、これが男性であれ女性であれボディメイクされてる方っていうのが共通して入ってきます。女性であっても大型二輪の免許持ってるとか、あとはアクティブにね、あちこち旅行に動いたりするのが好き、遊びに行ったりするのが好きっていうのもあります。で、一方で家庭的な面もあるので、仲間を大事にする、友達を大事にするっていうところも入ってきていますね。出会う時期と場所ももらっていきましょう。ちょっと待ってくださいね。もう1枚カラーを出していきます。この方の特徴、積極的な方っていうのも入ってくるので、受け身ではないんだろうなっていうのが入ってきます。心優しい方でもありますしね、動きもあるし優しいしっていうところもありますね。1枚出していきましょう。スカーレット、黄色、いいですね。成功を引き寄せる、やっぱり一緒かな。タイミング、運とかにも、あと周りの協力者たちにも恵まれているっていうところもあるので、もともと運をね引き寄せる力を持っているっていう方ですね。逆境にも強いんじゃないかな。負けないっていう風に、諦めないぞって、ちょっとやそっとのことじゃめげないぞっていうところがあるので、忍耐強い方っていうのもあります。そして周りの人とつながるのが嬉しいんじゃないかな。コミュニケーションが好きっていうところですね。一人で奮闘するのもいいんだけど、みんなで協力して成し遂げていくのがすごく喜びを感じるとかねっていうところもあるんじゃないかと思います。出会うタイミングとしては8という数字が入ってくるので、8ですね。8月とか8日、18日とか8週間後とかね、そういうところでしょうか。ただ出会うタイミング、場所としてもしかしたらね、今入ってくるのが、あなたかお相手の体調が崩れてる時、疲れてる時、苦しんでる時、もしくは自分たちではないんですが、ご家族とか仲間、チームとかで何かね、悲しいことがあった時っ
っていうのが入ってくる。悲しいニュースが入ってきた時っていうのが入ってきます。健康を崩されるか、もしくはチームメイトとかね、周りの人ので何かね悲しい出来事があった時っていうのが入ってきますね。場所も見ていきましょう。悲しいとまではいかないけど、もしかしたら逆境がある時、困難な時っていうのもあるかもしれない。花束のカード、熊のカードが入ってますので、やはり健康面、ツリーのカードが入ってきてますね。体調を崩してるよとかっていう方もね、この出会うタイミングとしてあるかもしれないですね。あなたが無理して笑顔を作ってる時、もしくはお相手ね、どちらかっていう、なかなか自分の心をね素直に周りの人に表現できなくて思い悩んでる時っていうのも可能性としてあります。落ち込んでる時に出会うでしょうっていう感じかな。そしてこの出会いをきっかけにあなたの心が豊かになっていくとか、お相手の心が豊かになっていくっていうところが入ってきています。そうですね、可能性としては8番の数が一番ね可能性があるかなと思います。もし次に番号を上げるとするんだったら5番っていうのが入ってきます。8もしくは5のあたりでしょうか。そうですね、いろいろ苦しいこともある、その中で出会っていって、そしてお互いが健やかに育んでいける関係性になっていくっていうのがあります。一方、華やかな場所っていうのもワードとして入ってくるので、もしかしたらね緊張しちゃうような場所、イベント、パーティーとかね、結婚式にお呼ばれして緊張している時に出会うとかっていう可能性もありますね。どこかに外出するとか、あと家の中とかではなくて、もしかしたらね仕事の中とか、あとは医療関係、病院とか、あと、心身に関係することなので、マッサージとかサロンとかそういうのもワードとして入ってきます。それ以外で言うのであれば、自然のある場所、公園とかっていうのもありますね。お祭り、夏祭りっていうのもあります。8番っていうのがあるので、8月の夏祭り、花火大会とかっていうのもワードとして入ってきています。あなたが緊張する場所かもしれません。くつろげるようなゆっくりした場所ではないのかもしれないし、そういう心身の状態じゃないのかもしれません。ただ華やかな場所で出会ったとしても、お二人の信頼がそこから強くね結びついていって、気持ちが明るくなっていくでしょうっていう風に流れとして入ってきています。はい、このようなワードが入ってきていて、あとお相手の特徴ですね。このあたりももらっていきます。まずこのお相手っていうのはすごく人気者、カリスマ的存在っていうのも入ってくる。あと特徴としてはね、一番最初にお話した通りなんですが、プラスアルファで活力があるし、スタミナがある、行動力があるってことはスタミナとか体力があるってことですよね。気持ちも元気だったりすると思います。そうですね、もしこの方が元気がない時に出会うっていう可能性はどうなのかな。もしかしたらあなたの方が落ち込んでる時とか、新しい環境に馴染めなくて悩んでる時に出会ったよっていう可能性もありますね。あなたの本心を聞いてくれる方なのかもしれません。引っ張っていってくれる頼もしい方っていうのもあるし、情に深い方っていうのもありますね。運を引き寄せる力を持ってるので、この人成功者っていう感じがします。カリスマ的存在とかね、注目を集めるような人気者っていうのも入ってきます。一本筋が通っているようで柔らかい柔軟な対応を示してくれるので、人付き合いがいいとか人当たりがいいとか、接していて気持ちが楽になるんじゃないかなと思います。元気ももらえるしっていうところもありますね。はい、このようなワードが入ってきていますね。まるで迷路に迷い込んだあなたを救い出してくれるような存在でもあるのかなと思いました。2枚ね馬に乗っているカードが入ってきていますので、かなり乗り物が好きとかね、アクティブっていうのワードが入ってきますしね。女性だったら髪の毛が長い方っていうのも入ってきますが、男性だったらねヘアスタイルとかにはこだわりがなくバラバラなんじゃないかなと思います。
速いものが好きとか、例えば遊園地に行ってもジェットコースターとかアトラクション、そういうものが好きっていうね、ゆっくりと動く観覧車も捨てがたいけど、どっちかっていうとジェットコースターとかの方が好きかなっていう風に答えるんじゃないかなと思います。はい、そして出会う時期は8番、もしくは5番ね、月の中旬とかね、15日なのでね、そういうところも入ってくるかなと思います。はい、このようなワードで出していきましたので、見た目、体型、体型とかっていうよりはね、好きなものとかも出していきましたので、お互いの第一印象をもらっていきましょう。こちらがあなたのデッキです。こちらからあなたがお相手に抱く第一印象と、お相手のどこに惹かれたのかっていうところをもらっていきます。もしかしたらね、あなたの先輩とか、あとは上司とかねっていう場合もありますね。リーダー的気質を感じるので、役職じゃなかったとしても周りを引っ張っていくようなね力を持っている方とか、この人の周りに人が集まってくるんじゃないかなと思いますね。あなたがお相手に対して感じる第一印象としては、ワンドの7、忙しそうにしてるなっていう感じが入ってきますね。バタバタ動いてるなとか、世話しないなとかね、アクティブだなとか、でも勇気を持って周りを引っ張っていってるとかね、自分に自信があって揺るがない信念のもと物事に取り組んでいるんだろうなっていうのが、まずあなたの第一印象です。お相手のことをリーダー的タイプなんだろうなっていう風に感じるっていうところがあります。情熱的な人っていうのが入ってきます。そしてこの方のどこに惹かれるのかっていうので、ペンタクル9が入ってくるので、あなたに尽くしてくれるところっていうのもすごくいいなって思うでしょうしね、包んでくれるところとか、あなたにいろんな豊かさを持ってきてくれるので、それがね物心両面なので、あなたの生活環境も大きく変わるでしょうし、豊かなものになっていくでしょうし、この方から刺激を受けてね、心も潤っていくっていうのが入ってくる。なのでやはりあなたが元気を取り戻すっていう感じもするんですね。すごくいいと思います。この方のどこに惹かれたのって、物質的な面もそうだし、外見もそうだし、内面もそうだよって、全てが充実しているところだっていう風に入ってきていますし、自分を満たしてくれるところも好きっていう風に入ってきています。あとは見た目もいいんじゃないかなと思うんですね。あなたの、中でこの方おしゃれだなとかセンスあるなっていう風に感じるんじゃないかと思います。ではこのお相手から見たあなたへの第一印象と、どこに惹かれたのかっていうところをもらっていきます。はい、ハーミット。いいですね。ワンドの4、癒してくれるところにすごく惹かれてるっていう風にお相手が言ってくれてる。そして第一印象はハーミットなので、あなたがなんか悩んでるとか自分の殻に閉じこもってるっていう風にまず感じるんじゃないかな。助けを求めてるっていう風に感じるよっていう風にお相手の第一印象として入ってきます。そしてディスクエース、ディスクプリンセス、入ってきていますので、すごく大切にしてるよっていう風に入ってきますね。もしかしたらね、時間をかけてゆっくり育んでいくような関係性なのかもしれないけど、あなたのことをすっごくね丁重に、接してくれるというかね、愛を持って接してくれるし、あなたに豊かさを運んであげようというか、運んでいきたいなっていう風に感じるんじゃないかと思います。このお相手がね、あなたに受け取ってほしいものがあるんだっていう風な感じで、定期的にあなたの元を訪れたりとか、声をかけてくれたりとか、あとはなんかねご飯を持ってくれたりとかね、そういうこともあるでしょうし、プレゼントもらうよっていう方もいるかもしれない。定期的にプレゼント交換し合うような関係性だっていう風にねなっていくのかもしれません。そうですね、気持ちだけじゃなくて物質的な生活面でもお互いやり取りし合える、豊かになっていくような感じになっていくのかな。それぐらい大切だよとか、あとあなたと一緒にいる時間がすごく大切だっていう風にお相手が言ってくれてるので、
一緒にいるとねすごく癒されるんだって、なんか自分がすごく頑張って取り組んでいて疲れたなっていう時にほっとね一息つける場所、安らかな場所っていうところがあなたなんだよって、そういう存在だっていう風に入ってきていますね。なんか本当にねせわしなく動いていて、一日のねお疲れ様ってあなたに声をかけてもらうのがすごく楽しみで、その声を聞けるとまた一日頑張ろうっていう風に思えるよっていう感じで入ってきていますね。元気づけたいなとかっていうのも入ってきています。はい、そのように入ってきましたので、次見ていきましょう。お二人が交際に発展するまでの流れをもらっていきます。もしかしたらこの方高収入の場合がありますね。だいぶ成熟された方なのかもしれません。新入社員というよりはしっかりと収入が安定していてっていうイメージ、大人のイメージが入ってきます。はい、では2人がお付き合いに発展するまでの流れをもらっていきましょう。デビルのカード、そしてこれはジャッジメント。はい、助教皇、大アルカナで続いてきていて、これも運命の輪、大アルカナが続いていますね。はい、そしてもう1枚だけもらっていきましょうか。これはソードの9ですね。ソードの9、もう1枚もらいましょうか。ワンドのページ3が入っています。お相手の方から告白されるっていう感じですね。だけどもまずお互いの出会ってから交際に発展するまでの間っていうのは両片思いの状態がまず続くのかなというふうに感じます。そしてタイミングが良ければお付き合いに発展する時期も早くなるだろうし、一回タイミング逃してもまたタイミングがやってくるし、その時はお相手が告白してくれるのかなというふうに思います。たとえタイミングを逃したとしても、会える時間が少なくなっていったとしても悲しむことはありませんっていうふうに入ってきていますね。プラトニックラブの状態が続く可能性がある、つまり両片思いの可能性が高いですね。その時期がしばらく続くんじゃないかというふうに出てきています。そして喧嘩したりとか言い合いになったりすることも出てくるでしょう。お互いの意見がぶつかり合うとか、あとはそうだな、何かうまくいかないことがあったとしてもまた良くなったりとかで、波がこう続いていくっていう、なんかそういう中で両片思いの状態が続いていくってところです。曖昧な感じ、はっきりしない、付き合ってるの、付き合ってないの、恋人、友達以上、恋人未満とか、どうなんだろう、なんか好きっていう感覚が伝わってくるけどはっきりと好きっていう風に言われないからどうなんだろうっていう風な状態が続くような感じです。はい、そういう感じで七転び八起きみたいな感じでね、波があるんだけどタイミングをつかんでいけば結ばれる、ちゃんとね2人がお付き合いするんだってお相手から告白するタイミングが早まるだろうし、たとえ1回チャンスを逃したとしても何回かそのチャンスがやってくるでしょうっていう風に出てきているので、そしてあとはね、悲しいことがあってもお相手のこと信じることだよって、お相手が愛を持って告げて、愛をね告げにやってきてくれるからねっていう風に入ってきています。流れとしては両片思いが続くっていう風に出ているので、そうですね、何ヶ月、半年以内には2人が出会ってからね、半年ぐらい、もしくはこれを見てから半年以内には2人の関係性が落ち着いていくっていうか、はっきりしていくというかね、お相手から告白受けるんじゃないかなという風に出てきています。なんか失敗してもね、やり直しできるから大丈夫よっていう風に入ってくるんですよ。タイミング逃してもまたやってくるよっていう感じで入ってくる。たとえ喧嘩してもすぐ仲直りできるから大丈夫よとか、そういう感覚で入ってくるので、決して
2人がずっとね永遠的に離れ離れになっていかないから大丈夫っていう風に入ってきますね。あなたが思い悩んでしまうようなことがあったとしても、それは思い過ごしであって現実は違うから、現実をよく見るとちゃんとそこにねお相手の愛っていうのが存在していますねっていうところが出てきていますね。再チャレンジとか復活っていうカードも入ってきていますので、あなたが好転へ向けて何回もチャレンジできるとか、お相手がねそうしてくれるとか、何回もタイミングがやってくるでしょうっていう風に入ってきますね。運命の輪ってね1回きりのチャンスみたいな感じで感じる時もあるんですけど、今回はねジャッジメントも入ってるので、好転へ向けてね何回かねチャンスがやってくるよっていう風に出てきていますね。それではお二人が障害というふうに感じることや障害を乗り越えるためのアドバイスっていうのもそれぞれもらっていきます。まずはあなたの方からもらっていきましょう。あなたが障害に感じること、もしくはね障害に感じていなくてここを期待してますよっていうところ、もしあれば1枚ください。そしてそれに対する対策も1枚ください。スターのカード、大丈夫そう。対策としてはペンタクルナイトさんが入っています。焦らずねゆっくりやっていきましょう。時間はたっぷりありますよ。ね、何度でもね時間はたっぷりある。そうね、でも時間は有限、無限ではない。そのことをあなたは踏まえた上でね、お相手との関係性を期待しているし、これから2人が結び合っていくんだろうなっていうことでね、先を見通す力っていうのもあなたは持っていますので、多分このお相手と結ばれるんだろうなっていうことを感じているからこそ、あなたも信じて待っているとか、進めていきたいっていう思いがあるんだと思います。たとえ2人の歩むスピードが違ったとしても、それでもお二人が向かい合って寄り添っていけるっていうこの最終目的が一緒だから、ゴール地点が一緒だから、どっちが先にゴールにたどり着くとかじゃなくて、そこじゃないんだよねっていう風にあなたが感じている最終的目標が一緒だから、だから安心、大丈夫、ゆっくり時間をかけてやっていこうっていう風に対策として入っています。あなたの胸のときめき、そして直感っていうのを大切にしてください。このお相手なんだって思ったら、その通りあなたがゆっくり時間をかけて進んでいくんだよっていう風に出てきていますね。そしてあなたの方に動いていくっていうね、ゆっくりだけども進んでいくんだよっていうアクションのカードが対策で入ってるので、待ってるだけじゃなくて、あなたの方からも何かしらアクションを起こしてみてねっていう風に出てきています。誠実さっていうカードなので、あなたの真心がお相手に届いていくでしょうっていう風にね入ってきていますよ。焦る必要はありません。そして次、お相手です。お相手が何か障害に感じているようなことあるのであれば1枚、もしくは期待に思っていることがあるのであればそこをください。はい、出していきましょう。お相手はデスのカード、そして対策です。対策として節制のカード。いいですね。お相手すごくね、あなたのことをとっても大切っていうのを言ってくれてますし、お相手にとっては大恋愛っていう風に感じるんじゃないかと思います。自分の世界観がね変わっていくっていうことでデスが入ってきてますので、物の見方が変わるとか視野が広がるっていうのが入ってきてます。不安っていうよりはお相手もねすごくワクワクしてるんじゃないかなと思います。新しい世界へ向けての準備をしているとか、もう準備は整っている、あとは世界が変わっていくだけだっていう風にね、もう心構えができている。もしあなたと結ばれていくんだったら、自分たちの世界がよりよくね広がっていくだろうっていう風に感じてる、期待してるよってところです。そして対策のところに節制のカードが入ってるので、なんか自然の流れで2人が付き合っていく、もしくはねお相手の中ではもしかしたら自然の流れでもう付き合ってる感覚でいるのかもしれないけど、あなた的にははっきりした言葉が欲しいなって思う瞬間もあるかもしれない。そういう時はね尋ねてもいいと思いますよ。私たちって恋人かしらみたいなねなんかその言い方はそれぞれあると思うんですけど、そうすると付き合ってると思ってたよみたいな感じで言われる可能性もありますね。お相手の中ではもうなんか2人はすでに融合されているように感じてらっしゃるっていうところがあるので、
何か障害を乗り越えるとかではなくて、もうすでに私たち付き合ってますよねみたいな感覚でいますよってところがあります。もしお付き合いっていう状態、関係性じゃなかったとしても、自然に2人が結びついていく、本当に自然の流れ、時間の流れとともに2人がより一層深まっていくっていうのをお相手はね感じるんだってことを言ってますね。そこにもしかしたら言葉は必要ないかもしれないっていうふうにね言うかもしれないですね。なんかね、言葉じゃないんだよっていう感じもしてくるんですが、はい、ただお相手の中ではね、大きな変化、より美しくなっていくっていうところがね入ってきています。お互いそれぞれ期待しているよっていうところが大きくあるので、いいかなと思いますね。ではこのまま好転へ向けてのアドバイスもらっていきましょう。あなたの方もスターのカードが入っていますのでね、いいと思いますね。でも言葉をもしね、言葉として表すのであれば、お相手から告白っていう感じがしますね。もしくはあなたが尋ねた時にお相手が好きだよとか愛してるよとか恋人だよねっていう言葉をちゃんとね示してくれるんじゃないかと思います。性格的にも曖昧にするようなタイプではないので、はい、もし不安に思うことがあれば尋ねるといいんじゃないかなと思いました。そしていいですね。カップのエース入ってますのでいいんじゃないかなと思います。2人にとって真実の愛にたどり着くことができるでしょうとか、愛見つけたよっていう風にお相手が感じるっていう風に出てきているので、いいんじゃないかなと思います。それがすごく実りになって出てくるんじゃないかと思うんですね。このあたりが結びついてるかと思います。2人が結ばれることですごくね愛情をかけてもらえるし、いろんな恵みがあなたのところへやってくるでしょうっていう風にも出てきています。より美しさに磨きがかかるとか、生活心が豊かになっていくっていうのもある。お互いそれぞれがとても新鮮な気持ちで向き合っていける、純粋なお気持ち持ってやっていけるよってところが入ってきています。ここちょっと待ってくださいね。うまいバランス取れていくんじゃないかなっていうのがここで感じられますね。どちらかが主導権握ることもなく、はい、そうですね、程よいバランスで2人がやっていけるんじゃないかなと思います。どっちかに主導権が欲しいとか、どっちかを頼りたいってなった場合はお相手の方を頼るといいんじゃないかなと思います。多分収入的にも生活面的にも安定されてるお相手の方があなたを助けてくれるというかね、あなたに豊かさをもたらしてくれる、そしてあなたはお相手に癒しを与えるっていうような関係性がありますので、その間でねうまくバランス取ってやっていくんだっていうところが出てきています。もし頼るとするのであればお相手だけど、お相手はあなたに頼っているところもあるんですよ。はい、なのでちょうど良いバランスが取れていますので、2人の信じた道っていうのをねブレずにね2人がまっすぐと進み合っていける、お互いの目標、共通の目標に向かってねやっていける、愛に向かって2人で進んでいく道がちゃんと2人とも方向性同じ方向を向いてるので大丈夫ですよ。豊かさに向かってあとはね進んでいくだけよっていう風に出てきていますね。そしてカラーカードからももらっていきますと、しっかりと切っていきましょう。はい、すごいですね。アジュール、自分を守る、快晴のカードが出てきています。自分の苦しみから抜けていく時っていう風に感じてください。これもワードとして入ってくるかな。もしかしたらあなたはこのお相手と出会う時っていうのは落ち込んでいる時だったりとか、何かね心に痛みをね伴っている時かもしれません。それを優しく包んでくれる、大切にしてくれるのがお相手です。このお相手と一緒にいるとあなたは自分の傷を癒し、そしてネガティブな思いを手放して明るい方向へと
顔をね上げて進んでいくことができるんじゃないかなっていうふうに出てきています。とても澄み渡った晴れやかなね空っていうのが出てきていますので、こういう快晴の日を見た時は空を見上げてね、このことを思い出すとか、自分の心がクリアになっていくのを感じてくださいねっていう風に出てきています。自分自身を守ること、自分自身を浄化していくことっていうのがワードとして入ってきています。もしかしたらね、あなたはお相手と出会った時っていうのは苦しい思い、ネガティブな思いに包まれていたかもしれない。このお相手の第一印象でもね、あなたは自分の心と見つめ合っているようなイメージをお相手は持たれていて、暗闇の中あなたが一人でね孤独感を感じながらもなんとかね歩いているような姿が見えてきていますので、そこをね助けに入ってくれる太陽のような存在としてお相手がいるのかもしれません。はい、このように入ってきました。あとルノルマンからもそうですね、何に苦しんでるのかな、お仕事関連のことかなっていう感じもしますけど、ストレスが溜まっているような状態をこの方と出会って抜けていくってところでしょうか。はい、太陽もういいかなと思いますね。もう太陽出てる、もう大成功、最高、ハッピーっていうね、太陽と太陽出てきてるので、もうこれはね何も言葉がなくてもいいんじゃないかな。言葉がないってことはもしかしたらね、言葉がなくてお付き合いがスタートする可能性があるかもしれないですよね、もしかしたら。でも言葉がなくても通じ合えるものが2人ともあるのかもしれないです。だけどね、迷った時とか何かちゃんとね方向性が欲しいなって時は尋ねるといいんじゃないかなと思いますね。2人のこのこの先の将来っていうのはすごく光り輝いていて最高だよっていう風に出てきていますので、これもねお受け取りください。はい、今回そうですね、こちらのオラクルカードからもねメッセージをもらっていきましょう。輝く未来出てますね。こちらのオラクルカードというのはあなたの子供の時、もしくは幼い時、または過去、その頃に夢中になった物事こそ素敵な宝石が眠っているのかもしれません。あなたの記憶をたどってみてくださいっていう風なメッセージが入っています。もしかしたらね、もうこのお相手と出会っている可能性がある。あなたの記憶を遡っていくと、この心当たりの来る方がピンとくるかもしれません。もしくは全然心当たりがないという方は、あなたの過去に共通の知り合いがいるとか、もしかしたらね、ゆくゆくねこの方と出会っていった後に過去に何かつながりがあったっていう風に気づくかもしれません。または迷いがある時、何か答えが欲しい時というのは、あなたの過去を思い出してみるとそこにヒントが眠っている可能性があります。輝く未来へ向けて今あなたの思い出のページを遡る時がやってきていますよという風に出てきています。はい、このようにお受け取りください。今回はあなたの運命の人について見ていっています。またこれからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。